作業効率は良くなったと思います。仕事の効率が良くなったなっていうのは実感してます、ほんまに。でも使ってから惚れた派なんでね、それまでは過去やなぐらいのやったんですけど、実際使ってみるともうやめられへんですね。じゃあ、僕の思う金物関係入れランキング。お疲れ様です。僕たちかれこれベトプロパックのね商品の紹介だいぶやりましたね。そうですね。何作目かなっていうぐらいのレベルで、今回なんですけども、本当によくある商品紹介っていうんですかね、こんなのが入れますよとかやってきたんですけども、今回は実際に僕らかれこれ3ヶ月現場でね使用してるんで、本格的に使った上で分かってきた感想、メリットであったりデメリットをちょっと視聴者さんからいろいろ質問いただいてるんで答えていこうと思います。で、今並んでる商品がこれが TPLC、TP4B、この2つが僕が所有しているものになります。僕はこの2つの感想をこの回で言いたいです。で、こっちが OTMC と TP4B のブラックアウトと一緒なんですけど、ブラックのパターンですね。で MC で TPXL、 これもユーさんと似てるんですけど、僕のがちょっと大きいサイズになるのかな。で、この一番でかいデュックのタイプ、デュックパックハイビズイエロー、ちょっと発音が日本人でごめんなさい、を僕が持ってるベトプロパックの商品です。はい、ということで、まず今回は僕の方の TPLC と TP4B を3ヶ月使った感想を、増田さんも気になることあると思うんで、お互い対談方式でやっていこうと思います。じゃあ今からちょっとこれは一回どけて、この2つだけでいきますね。ってことで、僕はこの2つをね使ってみた感想ってことなんですけども、今まで僕はよくあるバケツ型のバッカンって言いますかねとかにもうバサバサバサーっと入れてたんですよ。でっかい工具箱を持ってるんですけど、現場ごとにバサバサバサーと入れてて、このベトプロパックをゲットしてからちゃんと考えてっていうんですかね、僕整理あんまり上手じゃないんでこれでもちょっとぐちゃぐちゃかもしれないんですけど、今までねよくいるじゃないですか、バッカにババババって入ってる人、あれも探すの大変でしょ。それが僕やったんですけど、こういう風に本当にいるものだけとかね分けれるようになったんで、仕事効率が上がったかなと思います。あとこっちに関しては、血栓系でまとめてまして、今まで僕血栓の方もバッカンではないんですけどツールバッグみたいな、そこにガサガサガサと入れてたんで、こういうねあんまり使わない CE とかが下の方に埋もれててないわとか探したりしてたんですけど、一目でねこの A の部分は多分皆さん何が何か大体覚えてると思うんで、すぐね取り出せるようになりましたね。そこが使ってよかったなっていうポイントです。パッと見てどこに何があるかっていうのはすぐ分かるっすよね。で、バンド横とかに置いてたらパッと目視してすぐ取り出せるっていう、浅くさせんでいいっていうのはやっぱり効率的にはいいですよね。今までそのバン血栓も横にこういうツールバッグを置いて、ぐちゃぐちゃの中からより専用を取ったり、単線の巻いた VS トリッパーを取ったり、ガサ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 して、でそれをその辺に置くじゃないですか。でバン周りがぐちゃぐちゃになっていって、もう何がどこにあるか分からなくなっていくっていう、悪循環に陥ってたので、これを横に置いといたらねスムーズに作業ができるのと、前の動画でも言ったんですけど、この TPLC に関してはこういうフックとかがついてるんで、どっかにかけたり、で僕はこれがかけれない時用にこれをつけてて、これでもかけれるんで何かしらかけれます。デメリットといいますか、僕の要望としましては、やっぱりちょっとこれボロボロなんですけど、3パチまで押せる圧着と、これね絶縁被覆付きの圧着とかね、正直使う機会はこの2つは少ないっちゃ少ないんですけど、どうしても電動のやつを持ってきてなかったり、絶縁被覆で行ってくださいと言われる時もあるんで、入れてはおきたいんですよね。でもこれを入れちゃうと完全に閉まらないんですよ。あれでやってみましょうか。入るかな。もう一声、これでいけるんですか。いけるっすね。一番前に入れたらいけそうですね。ほんなら解決しました。僕はこの TPXL が血栓で入れてると思います。見た目はね、一緒ですもんね。兄弟みたいな感じで。そうですね、ほぼ変わらないですね。ちょっと一回り大きいぐらいで。横幅もちゃうんですか。横幅でも僕が間違えるぐらいでから。そうですね。ちょっと一回り、ほんま一回りって感じ。ボトルみたいなちゃうですね。こんだけちゃうんですね。縦の長さは一緒ですね。若干ですけど、一緒か。ほぼほぼ、でもちょっと大きいかな。微妙に大きい気がしますね。だからでかい端子で押すと XL の方がそうですね。いいかもしれない。そうですね。
ね。こまごまね、煮付けとか3555ぐらいで決戦オンリーの人だと LC の方が合ってるかもしれないですね。そうですね。まあ僕はこっちがいいかなと思います。何でも入れときたいんで、まあこれはこれでね大活躍してるんですけど。で、この TP4B のデメリットもやっていきましょうか。まあ、これはね、僕はね、金物工事系ってね、決めてるんですよ。決めてるというか、大体金物工事でやるんですけど、どうしてもね、入ってるものがね、重たいんですよね。だから、ここはね、もうちょっと柔らかくてもいいかなっていう思いました。ちょっとね、長時間持ち歩くとね、痛いんですよ。これとかみたいな風にしてくれたら、もうちょっと手が楽になるかなと。でもまだまだね、入れるとこ余ってるんで、まだ重たくしようとしたらできるんで、ここがもうちょっと柔らかかったら、それはそれでいいかなと。あとは別売りのあれを買ってもいいかなと思ってるんですよ。ああ、ショルダー。ショルダー。なんならこれより重いんでね。重そうですもんね。もうハンマーとか入ってるし。そうなんです。これがもう重たい。はい。でもバリバリ金物工事を何でもできるって考えたら、いるセットやと思うんでね。ほんまフォルソーとかもまだ入れてもいいかなと思ってるんですよ。まあこれもだから 4B ですけど 5B とかあるんで、あもう一回りサイズアップとか、5B が一番でかかったかな。はい、3、4、5ってあると思うんですけど。あとは今日ちょっと現場に置いてきてないんですけど、ここがねいいですね。このインパクトフックとかをここにこうやってつけて、まあ、これはそれのベルトなんですけど、ベルトやからちょっと違和感あるんですけど、こう持ち歩く時にフリーハンドで持ち歩けるんで、インパクトフックねカチャンとさせれるんで便利です。まあ僕のね個人的な感想になりました。でまあ最終的な結論として、今まで僕そんなにね工具パックとか、まあ、あまり興味がなくて、道具の整理もねあまり好きじゃないというかできない方なんですよね、正直な話。でもこうやってねおしゃれな、どっちもね2万前後する高級なカバンです。そういうのを持ってちゃんと綺麗に扱わななってことで、まあまだね多分几帳面な人からしたら僕の整理方法がまだまだやとは思うんですけどまあ、使ってるうちにね、ぐちゃぐちゃになってきますもんね。そうなんですよ。現場出るときにこう綺麗にさしても、はい、やってるうちにやっぱり元のうちにはなかなか戻ってこないんで、そうなんですよ。まあ、使ってる感は出てますけどね、はい、逆にしようかな。でもしてないと思いつつも、こうやってねすぐねペンデント取れたりストリッパー取れたり、ほんまに全部ワンアクションで取れるようになったんで、まあ、こっちも一緒なんですけど、踏ん切り回しとかね、ヤスリがいるとかっていうので冒頭でも言ったんですけど、作業効率は良くなったと思います。あとはメリットとしては、やっぱこうやってね現場に置いてたりすると、これ何ですかみたいな、まだね知らない人はね知らないじゃないですか。ベトプロパックまだ日本に来たばっかりなんで、使ってる人は使ってるんですけど、でこれベトプロパックって言うんですけどみたいな、こう商品のね説明というかしてこう会話が盛り上がったり、だから同じグループじゃない機械屋さんとか配管屋さんから「あそれいいね」みたいな感じで、それで話をすることでこう現場の作業がやりやすくなってね、手助かしてくださいとか、そういう感じでコミュニケーションの、ね、一環としても役に立てます。まあ目引くっすよね。なかなかこういうタイプのね工具バッグってなかったんで、やっぱり道具好きな人はね、職人さんのもいっぱいいてはるから、パッとこう見たらこれなんなんとなるでしょうね。威圧感というかね、存在感もありますよね。で現場で持ってる方がなんかしっくりきますよね。こういうのをね事務所で見てるとちょっとゴツゴツした感じだと、現場で持ってると結構かっこよく見えるんで。工場のこうラックとかね、配管とかの背景にめっちゃ合いますよね。マッチするんですよ。余計かっこよく見えるという。現場でてなんぼみたいなとこあると思うんですね。デザインかっこいいし。これがまだ綺麗ですけど、もっともっと汚れてきたらまた味が出るのかなってるんですよ。まあガチャガチャ系なんでね、全然油とかついてても逆に渋く塗ってくるんちゃうかな。この茶色い皮とかね、ちょっと剥げてきたりしてるんですけど、アンティークな感じで汚してもいいバッグ拭いたりしてますよね。全然そこまで汚れない。僕もまだ1回もね正直メンテナンスしたことないですね。結構使ってますけど、色がねそんな汚れが目立つ色でもないっていうのは。そうですね。この辺も黒ベースなんで。ということで電気屋 YouTuber 吉田の3ヶ月使ってみた感想でした。まあ、メリットとかねデメリットとかいろいろ言いましたけど、総合的に僕はメリットの方が大きくて、今もね重宝して使ってます。ってことで次
5個でしたっけ？そうですね、5個か。まあ、もともとの入れて5個かな。増田さんの持ってるベトプロパック5つの3ヶ月、まあ3ヶ月以上昔から持ってるやつもあるんでね。そうですね。3ヶ月のもあれば、まあ1年も3年とかそんなレベルですか？いや、2年ぐらいかな。でも2年とか。1個だけかな。あとは大体同じぐらいですね。の実際に使った感想っていうのを次回お送りしようと思います。ということでありがとうございました。一番僕が初めに購入させてもらった元祖ですね。元祖っていうか OTMC、 まあ結構何回も動画に出てると思うんですけど、やっぱりね、この大きさと収納力はやっぱりピカイチというか、もう多分日本の既存の製品では絶対勝てないやろうなっていうようなものなんですけど、まあ今はね、これを手持ち工具をダーッと入れて、でそこからこう細かいバッグに移し替えてるんですけど、まあ言うたらこれがもうベースみたいな感じですね。工具のベースキャンプみたいな。本陣ですね。そうですね。まあ何でも入るし、大小いろんなこの服というか入れるところがあるんで、広かったり狭かったりするんで、着ペンチ入れたりとか、こういうストリッパーとかでもサイズによってね、差し替えれるの結構ね、細かいところが考えられてて、これはもう大好きな商品の一つですね。ね、見た感じ、圧着専門ってわけじゃなく、でもほぼ圧着になるんですか？そうですね、血栓関係というか、電気屋が使うような。あ、でもソケットとかも入ってるんですね。うん、ちょっと今バラバラになってるんですけど、ちょっとまあ配管とかもやろうと思ったらできるしってことですね。そうですね、まあガチャガチャ系はガチャガチャ系でまたあるんですけど、はいはいはい、まあ基本ベースなんで、まあ結構雑な感じにはなってます。これのまあメリットとデメリットってありますか？メリットはまあさっき言ったように、もう収納力はもうピカイチっていうのがあるんですけど、まあデメリットって言ったら、なぜでかいんで、でかくてまあこれ自体重量があるんで、なかなか現場でね持ち歩くのはちょっと不便かなっていうのはあります。まあ、それで使い分けしていくとまあ使いやすいんですけど、こまごま移動するにはちょっと向いてないかなっていう感じですね。こんなでっかいアッペンも入ってるんで、なかなかこうやって歩くとなると大変かなと思います。車とかね、本陣の材料置き場にポンと置いとく。そうですね。うん。役ですね。ドカンと。これ一番人気なんちゃうかな。そうじゃないかな。これ欲しいですよね。うん。1個あれば大体の手持ち工具は入ると思います。ね、うん。3年使ってるけどなんかそんなボロボロですっていう感じしないですね。うん。まあ多分2年ぐらいですかね。綺麗ですね。掃除してます？いや、掃除したことないですね。掃除したことなくてこの綺麗さやから全然いいっすね。ちょっと使い込んでる感もあってね。5年保証ついてるぐらいなんで、全然2年ぐらいではびくともしてないですね。逆にちょっと塩兼ねてかっこよくなってきたかなと思う。いいっすね。このショルダーはこれはもともとついてるんで、僕にも便利。うん、これはいるっすね。はい。で、言ってたように現場で使うのが TP4B のブラックアウト、ユウさんの持ち出すのブラックバージョン。こいつは優秀ですよね。そうですね、まあ最前線でも持ち歩いてるんですけど、いつもで、まあ、現場単位で使う圧着の種類とかストリッパー、皮むく電線によってこう差し替えとかもすぐスムーズにできるので、いるやつをこう OTMC から取ってここ差していって、で現場で持ち歩く。これほんまちっちゃくてコンパクトなんで、全然持ち歩いてても苦にならないですし、ね、そのまま現場にポンと置いとけれるんで使いやすいですね。まあ、この水平器はなんか外国人の方がしてるのを見て真似してて一回も使ったことないんですけど、かっこいいなと思って。そうです。で、前にもポケットあるんでビットとかその都度その都度入れれると思います。もう水平器っていざない時とかありますからね、そんな時に役立つかもしれない。これででもね、商品の紹介になるんですけど光るんですよ。暗いとこで発光っていうか、それいいですね。見えへんですね。使ったことないけどこれはライトです。めっちゃ上がる。でこれもさっき言ったように、その入れるところの大きさが大小あるんで、まあ、前は一番広くなってて、真ん中にこうちょっと広めで、奥にこう細いのを入れれるようになってるんで、こう自分に合わせた工具を刺していきやすい。確かに、横にもちっちゃかったり、大小の刺せるところがあるんで、これ鉛筆の芯なんですけど、大中小とあるんで、こっちも一緒かな。いろいろサイズがあるんで、ぴったり大体のだから工具は自分の入れたいところにぴったり収まるっていういい感じですね。 4B のデメリットあります？ 4B のデメリット、正直
僕はだからこういう手持ち工具入れてるんで、さっきのユウさんみたいに重たくはあれ今ちょっと確認したんですけど、あ、ちょっとちゃうんすよ。持つとこちゃうっすね。うん、ちょっとちゃうんす。同じ 4B やけど、僕もこれがいいですもう言うてもしゃあないんでしょうけど、 4B のデメリットちょっと難しいですね、これに関しては。微妙にちゃうんですねぐらいか。ちょっとバージョンアップしてるぐらいですかね。あとはほんま色違いって感じちゃいますとちゃうとこないですよね。うん、ここの仕様が変わったぐらいかな。ね、まあデメリットっていうかあれなんですけど、どっかにかける時にどっかフックを使わないとかけにくいっていうのがあるかなっていう。 LC みたいなのが欲しいってことですね、その XL そうみたいな。ですね、こういうフックが1個あればねいいのかなっていうぐらい、まあ高所作業者とかにこれがあればかけれるんで、まあそこぐらいですかね。そうですね、強いて言うなら、僕もそれは欲しいなと思ってますね。まあ、デメリットっていうほどでもないんです。まあこれはもう優秀です。現場で使うには、電気工事で使うにはもうもってこいのバッグやと思います。優秀ですね。パッと見でどこに何があるかっていうのはすぐ分かると思うんで、取り出しやすいんですよね。まあその分、デメリットあった、持っていかれるんですよこれ。パクられる。そう、取りやすいですよこれ。で、同じ仲間内の電気屋さんにスッて持っていかれるっていう。それはまあそれはまあこのバッグが悪いんじゃないんですけど、それはあるですね。取りやすすぎるっていう。僕がさっき言ったようなバッカンにぐちゃぐちゃの人ってなんか触る気しないですもんね、まあ触ったらあかんけど人の工具やから、こんなんやったらちょっと借りていこうみたいな。人が多い現場とかやと、あれないなみたいな結構あるですね。まあこれとかねすぐ持っていかれる。でなかなかこの35までのちっちゃいアッペン持ってる人もいてないんで、これもすぐスッて持っていかれるんです。まあスッて取れるんでね。でまあデメリットっていうかデメリットなんだから、これが TPXL、ユーサーの持ってるやつの一回り大きいやつですね。これを今ガチャガチャ系というか金物系入れるときに使ってるんですけど、今ちょっと工具直してるんですけど、ポケットの数がめちゃめちゃ多くて、大抵の現場で使う量の工具は収まりますね。これ後付けですか？いや、これもともとついてます。テープフッカー、おしゃれですよね、日本のやつ。おしゃれですね。ちょっとクロームチックな。これも元からですか？それも元からです。テープフッカーがいっぱいついてますね。そうですね。これもテープフッカーでしょ。テープかけるやつでしょうね。まあ何でもいいかけれそうですけどね。これついてるのが羨ましいっすわ。これこのサイズからついてくるんですかね。僕の XL も僕のはじゃあ LC かにも欲しいですもんね。まあこれだけでまた売ってますもんね。はい、ホームページ見ていただければいろいろオプションの商品もあるんで、もうメリットまあ全部一緒になるんですけどね。数が入れれて見やすいっていうか特徴ですけどね。ベトブロパックさんの使いやすいですね。持ちやすいし、移動するのにもこれ肩掛けあるんですよ。こういう感じで持ってたらでかっこいいですよね。こうやって持ってたらかっこいいですね。でも悩んでる方、ベトブロパックを購入悩んでる方いらっしゃったら、これ1個目いってもいいんじゃないかなと思います。確かにオールラウンダーですね。そうですね、大小ってさっき説明したのがあって、これが言うなれば中ぐらいの大きさなんで、現場にも持っていけるし、工具収納するのにも使いやすい大きさなのかなと思ったりします。ここもね、やっぱ小分けできる、入れるとこもね、ちょっとしたピースとか、だから建築の人でもね、そう後ろにもポケットがあって iPad 入れたりとか、ちょっとした図面とか商品関係も入るんで、確かにこれデビュー戦に、デビューにプロパックデビューいいかもしれないですね。でこれにポケットあったりで。ちなみにこの商品の値段とかは画像でポンポンポンって貼っていきますんで、皆さんそれを参考にしてください。使いやすいと思います。デメリットはなさそうですね。まあまあ蓋があるんで、でも蓋もこうやって後ろにここにベルトがあるんですけど、ベルトっていうかゴムになってるところが通しておけば開きっぱにできるってことですね。なんで現場で横に置いても使いやすいですよね。これ一番メリット難しいですね。もう文句のつけどころがない。正直これこうやってね開けて使えば取り出しにくいこともないですもんね。さっき言ったこう持っていかれるっていうデメリットも逆にしまっておけば取られにくいっていうのもあるし、もう克服してるんちゃうか。両方のデメリットをこの一つで克服しているような気がしますね。ここにも、ね、結構大きいのもいるんで、こういう単発をするやつもありますね。立てれるんで、まあちょっと蓋は閉まらなくなるんですけど、これは本当に一番なんていうんや、何でも使いやすいパックかなと思います。はい。
TPXL でした。でも TP シリーズもいろいろあるので、自分に合ったやつを探してみてください。いっぱいありすぎて難しいっすよね。難しいですね。まあ僕らの動画見てね、ちょっとでも参考になれば。イベントさんのホームページで使用してる写真とかも書いてくれてるんで、それ見たら MC、これはまあ計測器関係とか機器類などを入れて持ち歩いてるんですけど、今テスターしか入ってないんですけど、こういう計測器関係が入れやすいバッグなのかなと僕は思ってるんですけど、クランプメーターとかね。そうですね、広いんで間口っていうかポケットが広いんで、テスターとかクランプメーターとかちょっと幅のあるやつ、この辺もで前もね結構広いんでメガとかも入ると思います。メンテナンス系ですね。そうですね、結構触った感じ丈夫やから多少の衝撃だけでもね、計測機器系入れてでも守れそうですね。守れるかなと思って使ってます。そうですね、さっきみたいにさせる量は少ないんですけど、一つ一つが大きいんで逆に、逆の使い方ができるかなと思います。炭酸電池充電する充電器とか何でもパッと入れれるんで可愛いですねこれね。この辺も結構分厚いんで衝撃とかにも強いのかなと思います。これもかけるやつ欲しいですね。無理なんかな構造的に。いやでもここにあるんで、これついてたかな、僕持ってきてないかもしれないです。そういうことですね。っていう感じですかね。MC はうまくこうかな、計測器関係入れっていう感じで使ってます。すごくていいのかな、テスターとかまあ計測器でしょうね。いいですね、持ちやすいですね。これ1個で連携が使う計測器って収まりそうですね。いけそうですね。メガとかも全然入る。メガクランプメーターとかテスター、選定工機はあんまり持ち歩かない。で最後でかいやつ、テックパックシリーズのハイビズイエローっていう、イエローっていうカラーがあって、普通の色と迷彩の色もあったんかな。でかいですね。これでかくてリュックサックなんですけど、工具入れに特化したリュックサックになってます。見てもらったら分かる。ちょっとこんなの普通に入ってるんですけど、普通のリュックじゃなくてもう細かいから大きいのも入れれるんですけど、もう工具入れるためだけに作られたという過言じゃないと思うんですけど、これだから大きい現場とかでバーってもう適当に入れて手がすくんで長距離歩いたりするのめちゃくちゃ重宝。こういう感じで材料とかもバカッと入れれるんでいいっすね。電子ロック入れとかも全然この裏のスペースに収納できるんで、なんてもポケットの数は安定的に多くて本当に何でも入れれる。だから現場行った時にあれないこれないってならなくて済むっていうのが最大の特徴ですかね。こんな感じでめちゃくちゃ入れれるんで、目立つっすよねこの色。これで歩いてたら倉庫とかコンパネとかに綺麗にこういうモンキー入れとか作ったりするじゃないですか。それの持ち運べる場みたいな感じですね。で材料も入れとけるし、いいなこれ。これだから現場行ってこう何するか分からへん時とか、ちょっと決まってない時とかやとバーッと適当に入れてね、決め打ちできない時とかにも重宝すると思います。で背負っていけるしね。ここが取れたりするんですけど、取れてここが開けてますよと。どんな仕事するかわからんから何個もツールバッグ持っていくのが大変ですもんね。でこうまとめれるんで、端子箱とかもなんぼの端子がいるか分からへん時とかね、向こう行ってみな分からへん時とかダーッと適当に入れて、で背負えるっていうのが一番の特徴ですかね。今までのと違って背負えるんで、こう持ってで電動工具持ったりとか材料持ったりとかいけるんでいいですね。これでもほんまにかっこいいですね。かっこいいし目立つし、前にもこうちょっとしたスペースがあるんで図面入れたりとか書類入れたり小物入れたりできるんで、使い方は無限大だと思いますね。このリュックに関してはいろんな職種の職人さんが使えるかなと思います。これのデメリットはありますか？デメリットでかすぎるぐらいかなでかすぎるっていうのはメリットでもあるんですけど、でもデメリットあるかな。これに関して言えばでっかいのもこういう葉っぱのあるやつでも問題なく全然入るんで、こんなのが収まってしまうバッグって多分ないと思うんですよね。ちゃんと収納できて収まりがいいっていう。こういうライトとかも全然入るんで、デメリット難しいですね。全部難しいんですけど、
そんな感じですね。そうですね。あと現場で使ってるやつを撮影してみたいんですけど、そうですね。なかなか僕ら結構工場とかお客さんのとことか多いんで、なかなか撮影っていうのは難しいですね。勝手にちょっと送られてきて、じゃあ3ヶ月使ってみて総合的な感想。総合的な感想、これベトさんと出会ってやっぱり仕事の効率が良くなったなっていうのは実感してます、ほんまに。で種類というかバリエーションがいっぱいあるので、その現場とかその工具とかジャンルに合わせて詰め替えしていけるので、やっぱりパッと見で物が取りやすいんで便利ですね。であんまりこういう種類があるメーカーさんみたいなのなかったと思うんですけどね、豊富ですよね。一つのメーカーさんで揃えれるっていう、揃いたい願望は僕強いんですけど、そういう人にはいいのかなっていう、どんどん種類が増えていって、その持ってるっていうあれが仕事のモチベーションにもつながったりすると思うんで、新商品もね結構出してくれますもんね。やっぱ職人さん目線で作ってはると思うんで、いろんなやつがやっぱり出てきてますよね。今やとバッカンタイプのやつとかもあるみたいなんで、それもめっちゃ気になってるんですけど、結構でも安いもんじゃないんで、迷ってる人は一度こういうちっちゃいやつからでも注文してみたらいいかなとは思うんですけど、一回買ってみたらね、この良さがすごくわかると思うんで、これとすごい現場で使いやすい。バケツみたいなのしかなかったですもんね。そうですね。じゃあ運びやすいっていう工具入れっていうのは、僕も使ってから惚れた派なんでね、それまでは過去やなぐらいのやったんですけど、実際使ってみるとやめられへんですね。な感じですかね。紹介し忘れてたけど、一応僕 T シャツも今ベトさんに T シャツ着てます。これかっこいいですよね。後ろにこういうのもあるんで、これのねグレーと黒とあるんですよね。そうですね。であともう一つ違うマークのやつもあるしね。これ全然僕遊びに行くのにも着てるぐらいかっこいいんで、私服でもね、違和感ないっすね。いろいろアパレルとかもあるんでチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。またベトプロパックの動画になるんですけども、いろんな視聴者さんからね、この工事には向いてますかとか、向いてませんかとか、いろんなね、お便りをいただくんですけども、僕もね、空調屋さんだったらこれとかね、板金屋さんだったらこれとか、通信屋さんだったらこれとかね、そういうランキングを作りたかったんですけども、僕も増田さんも、どっちかというと、金物工事とか、決線をする圧着工事、ぐらいしかと言ったらあれなんですけども、他のね、住宅工事とか、ちょっとそんなにね、経験がね、ないんで、どんな工具がいるのだろうかとか、想像でしかできないので、僕らが得意とするとか、よくやる金物工事と圧着、決線関係っていう2つのランキングを、僕らなりに作ってみたいと思います。カバンが6つあるんですけども、これとこれは内容が一緒なので、5つのうちのランキング、金物工事編からいきたいと思います。金物工事ということで、やっぱね、1位はね、これかな、これかね、正直迷ってます。っていうのは、これだったらいろんなことカバーできると思うんですね。例えばこれでしたら、僕の持ってるエグゼノのインパクトとかもこうやって入れれますし、これのね、配列としては、圧着系とかになってるんですけど、金物工事ってことなんで、鉄管とかラックとかのイメージではあると思うんですけど、一応僕の中では塩ビ配管の、金物工事のジャンルだとして、こういうね、塩ビカッターとかも入るんですよ。こっちはね、ちょっとね、しんどいんですよね、塩ビ配管とか入れるのね。だからやっぱりこっちになるかな。で、この金差しとかもね、これね、無理やり突っ込んでるんですけど、これだったら全然いいですし、シノとかね、ボルト式みたい。これちょっとしんどいな。こっちのんだったらこれ。ってことで、やっぱり僕はいろいろ何でも金物工事するなら OTMC が1位かなと思います。でね、やっぱりね、2位は自分が使ってるからっていうのもあって、これですね。金物工事は工事でも、自分の会社の受けで行くときと、応援で行くときってあると思うんですけど、自分の会社の受けで行ったら、もちろん電動工具も自分で用意しないといけないし、ちょっとした材料とか、もう何でも持ってないといけない。で、来てもらった応援さん、外注さんに、貸すこともあると思うんですよ。って考えると、これなんですけど、応援で行くときって、例えば車を相乗りすることとかもあるんで、あんまり荷物持って行っても、邪魔になってしまったり、荷上げしたりしないといけないんで、
そういう手軽さ。でも、これだけでもほぼほぼ勝負できるんで、やっぱり2位はこれかなと。これで僕はほぼほぼの金物工事の工具はこの中に入れれるんで、さっきみたいに塩ビカッターであったり、インパクトはちょっとしんどいんですけど、僕の動画でも登場したね、ロッキングプライヤー。こんなんとかでもなんとか入りますし、これエッジ工とかに、鋼材とか止めるときに、あれ結構重たいんで、手で持ってナットとかで締めるんですけど、これでね、ガチャンとやってあったら固定できるんで、まあ、もちろんこれやったら余裕やしね。ってことで2位ですね。3位は悩みどころですね。すいません、僕の LC を置くの忘れてました。3位がね、この人はちょっと同じやから、これも捨てがたいんですよね、イエロー。詳しいことはさっきの動画、他の動画見てもらったらわかるんですけども、何でも入るんですよ。だからね、ある意味ね、大は小を兼ねるっていう点では1位なんですけど、今回はね、ちょっと身軽さも重視したいんで、ちょっとこれは一応最下位っていうことにします。ダメってわけじゃないんですけど、ちょっと消去法で消していきます。で、残ったのが、この3人ですね。虫を僕使ったことないんですけど、ちょっと入れるとこが一つ一つでかいんで、ハンマーとか何でも入るのは入りそうですね。あ、でもこういう長物とかちょっとしんどいんかなっていう感じですね。メガネとかナットとか使うんで、まあ、ソケットに関してはいつも通りね、こうやって横とかにつけるので問題はないんですけど、金物工事には違うかなって感じですね。6位、5位、1位、2位までは決まったんですけど、この2つですね。そうですね、パッと見た感じ、こっちにはホルソーとかをボンボンボンと贅沢に入れていけそうなんで、LC だったらホルソーとか入れれるんですけど、やっぱり量が多く入るんで、こっちの方がいいかな。で、ここに僕らだったら M4 のタップビスとか、細かいナットとか入れてもいいのかなと。マグネット入ってるんで、この辺にビスとかをポンって止めておいたりね。この2つの大きなメリットは、やっぱりこうやってラップとかにかけとけるんで、それも便利かなと。ってことで、これの方がでかいし、背負うのがついてるんで、3位、4位とします。なので、僕のランキングは、1位が OTMC、2位が TP4B、3位が TPXL、4位が TPLC、5位が NC、6位がハイビズイエローっていう結果になりました。皆さんもちょっと参考にしてみてください。じゃあ次バトンタッチで。じゃあ、僕の思う金物関係入れランキング。僕は、普段からこれ使ってるんですけど、金物系には。持ち運びやすさと、容量と、やっぱり高さがある程度あるので、長いものでもね、こう入れれると思うんですよ。やっぱり金物系って長い工具とか結構あるんで、高さ、入れれる量、持ち運びやすさの点からして、やっぱりこの TPXL が1位かなと思います。でこういうふうでポンチとか六角とかすぐ取り出しやすい位置に入れれるんで、その辺もポイントかなと思います。1位ですね。1位ですね。2位は 4B かな。4B 安定の人気ですね。そうですね。4B、コンパクトさと見やすさで言うと、やっぱりすぐ道具取り出せれるっていうのが一番の魅力かなと思うんですけど、ポケットも大小多いんですよ、これ。で、こう持ち運びしやすいんで、どっかに引っ掛けたりとか。あと材料がもうちょっと入れれたら、もっと使いやすいかなとか思ったりするんですけど、ナットとかね、どうしても入れるの困ったりするんで、こういうソケット関係とかも結構かけれるんで、やっぱり 4B 使いやすいんで、2位ですね。3位はもうこれかな。大きさ的な問題な部分で3位になってるんですけど、XL とほぼ一緒で LC も使いやすいんで、ちょっと大きいっていう部分で金物関係には使いやすいかなと思います、こっちの方が。なので LC が3位ということで、LC も横にこういう小さいポケットとかもあるので、ヤスリとか入れたりマーカーとか入れしやすいですね。これ金物に使わへんかなと思うんですけど、どうかな。やっぱり高さがない分ちょっとしんどいかな。で両面にあるんで、片面向こう側にあると取りにくいっていうのがあるんで、
そうなってくると OTMC が4位になってくるのかなと思うんですけど、これもこういうでかいやつさしても全然違和感なく収まってくれるんで、メガネとかと電サイでいけるのかな。こういう感じで収まりがやっぱすごくいいですよね、この OTMC は。大容量なんで、これ大容量も入れれるし、真ん中がね、こんだけ広いんで、でかいやつもバーッと入れれるし、これもね、こうやって入れると、だいぶすっきり入るんですよね。こんだけこういうのも、埋もれるんちゃうかな、こんだけ奥まで入ってくれるんで、インパクトも。これ入り込んでもちょっと。バッテリーがね、ちょっとでかいやつなんですけど、インパクトもこうやってちゃうんで、こういろんなものを持ち歩きたいときは OTMC が金物系にも通用するんじゃないかなと思います。ここにこうかけたりもできるんで、種類によっては1、2、3、4人ですね。残りの2つは、まあ、現場最前線っていうのはちょっと不向きな2つなのかなと思うんですけど、金物系でいうと持ち運ぶっていうことに関してやっぱ小さい方が持ち運びやすいのかなと思います。まあ高さがちょっと低いんですけど、結構大きいポケットがあるんで、まあ、何でもこう気にせずに入れて持ち運べるかなと思います。なのでこの人が5位にします。最後、ハイビスイエローなんですけど、まあ、この人に関して言えば、まあ、現場でこう出し入れするっていうよりも移動でこう使うのがメインになってくると思うんで、作業車とかに置いているとちょっとでかいんで邪魔になったりすると思うんで、やっぱり金物系っていうことに関してはちょっと不向きなのかなと思います。まあでも容量的には一番入ると思うんで、使い方次第では力を発揮してくれるかなと思います。こういう感じでちょっと変わったかな、ゆうさんと。前3つはそんなに大差ないですけど、この好みで選ぶんですけど、使いやすさで言うと1位が TPXL、 2位が TP4B、 3位が OTMC、 4位が TPLC、 5位が MC の最後ピックバックハイビズイエローになりました。はい、ありがとうございます。ということで僕らのね、個人的なランキングということで、まあ同じような仕事の人とか参考にしてみてほしいなと思います。で、またね、これからね、ベッドさんの道具いろいろやっていくと思うんですけども、ちょっと僕らもいろいろだいぶ集まってね、次何が欲しいかって言われたら、まあ何個かはあるんですけど、逆にね、視聴者さんからのこれが見たいとかあればね、それを僕らの仕事でどう生かすかというか、いろいろやってみますんで、気軽にこれが見たいとか言ってくれたら実現するかもしれませんので、いろいろコメントお願いします。ということで次回、決戦ランキング編やりますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。この間ランキングしました金物編に続いて、次は決線系、電気工事に特化してるんですけど、圧着ペンチとかを使って電線を決線していくときに使う作業でどのバッグがいいのかっていうランキングをつけていきたいと思います。前回と似たような感じになるかもしれないんですけど、やっぱり決線っていうとそこまで工具の量も多くないのかなと思います。分電盤に対してやったらこの圧着ペンチでとか、このストリッパーとかで数が結構絞られてくると思うんで、小さい方が僕は使いやすいかなと思ってます。なのでやっぱり、TP4B のこの2つ、これは1つって考えてほしいんですけど、やっぱり盤の横とか、どっか脚立にかけてこうどっかジョイントするとか、このポイントで使うことが多いと思うんですね。決線系の決め打ちというか、あんまり移動せずに使うと思うんで、小さい方が取り回しが効くのかなと思うんで、やっぱり1位は TP4B、 一番使いやすいかなと思います。で今、現場で使ってる感じがこんなんなんですけど、圧着ペンチが赤と黄色を真ん中に入れたりとか、ストリッパーって結構入れ物に困ったりするんですけど、これやと結構音でよく入ってくれるんで使いやすいんで、決線系は TP4B がもう一番ダントツで使いやすいかなと思います。
こういう結構大きさのやつもここに入ってたりするので、皮むきとかも使うものを決め打ちして持ち歩くには TP4B かなと思います。 4B 何回もオールマイティーですね。金物でも活躍するし、かっこいいしね。そうですね。なので1位はやっぱり TP4B 安定のが1位ですね。 4B さんで使う電線の太さにも寄ってくるのかなと思うんですけど、分電盤 VA とか細い CV とかとこれかなと思うんですけど、大きめの管線200スケ325とか太くなってくるとちょっと工具も大きくなってくるんで迷うな。キューピクルとか大きい線扱う時はこのちょっと大きめの OTMC が使えるかなと思います。ここに初期チョッパーとかの大きさとかも大きいのも通り入ったりするんですけど、今インパクト入ってますけど、油圧の圧着とかもこれ除けばケーブルカッターとかここに入れれるんで、太い線いじるときにはこっちの方が使いやすいかなと思います。抜きチョッパーあってケーブルカッターあって、でナイフとか、端子とかもここにガサッて入れれますもんね。スペースあるんで、じゃがりのもドンと置いても使いやすいかなと思います。 OTMC が2位。これ血栓でいうとアシッドとかも使うんで、やっぱりこうタッパーのを入れやすい OTMC が2位になりました。これ使ってる写真とかちょっと撮りたいんですけどね、なかなかバンとか血栓とかしてる時ってそういう撮る時間がなかったり、場所によっては撮ったらあかんとこもあったりするんで、味が出てるとこを撮りたいんですけどね、うち全然撮っていいですよって言ってくれる方いらっしゃいましたら貸してくれる人コメントください。3位金物系はこっちが3位やったんですけど、 TPLC、これも汎用性高い工具バッグだと思うんです。これとこれのちょっと中間みたいな感じで、3位はなるんですけど、これやと分電盤とかの仕事とかキュービクルの仕事とか両方いけるんちゃうかなっていう、ちょうど間に使えるんじゃないかな。これ僕よく使うんですけど、これがだからそこで入ってくれたら使いやすいんじゃないかなかろうかと。これもね、蓋開けといたらこれも入ってくれるんで、圧迫の圧着とかでも。なので汎用性の部分から言うと LC が3位かなと思います。現場によったら分電盤とかキューピクルとか、いろんな血栓を一つの日に全部やってしまわなあかん時とかあると思うんですよね。いろんな血栓のところ行ったりとかする時に、今までのは決め打ちしてある程度入れていってたと思うんですけど、細かく分けていく時間がなかったりとか、何が必要かって分かんない時は逆にこの何でも入るテックパックイエロー、ハイビズイエローが使えるんじゃないかなと思って4位にしてみました。細かい道具も入れるし、大きいのも入れるし、こういうメガとか軽装関係も余裕で入るんで、バンとか暗いところだとこういうライトもガサッて入れて持ち運びできるんで、だからほんまに何でも対応するっていう意味ではこのテックパックハイビズイエローが活躍するんじゃないかなと思ってます。後ろ広いんで端子箱とかテープ類とかこの大きい箱に全然入ってるんで、だから何でも対応させようと思ったら大きいリュックタイプもいいんじゃないかなと思ってこういう風に選んでみました。前にも入るんでガサッと端子の箱をここに入れたりとかできるんちゃうかなと思います。停電作業の時とかね、何でもすぐ対応できるようにガサッと入れてたら何かあった時に対応できると思います。これはやっぱりこれかな、 TPXL。 これも LC とほぼ一緒なんですけど5位になってしまったっていう感じですね。何でも入れれるっていうメリットはあるんですけど、逆にどっちつかずなのかなっていうところで5位にしました。こういう大きなのも入るんですけどね、ちょっと近くで持ち運んで作業するってなったらちょっと大きいかなと。気づけば5位になってたぐらいの感じですかね。どっちも使いやすいんですけど、血栓系でいうとこっちの方が工具の大きさとか的にもいいのかなと思う。で最後 MC なんですけど、これはこれで計測器関係を直すのに使うのに特化していると思うんで、最下位になってしまったんですけど、これ逆に弱電工事とかやったらあんまり高さのある工具じゃないと思うんで、ライン屋さんとか
使いやすいんじゃないかなと思います。ここにランの玉入れたケースとかチェッカーとか入れると思うんで、ラン屋さん逆にいいかもしれないですね。最下位になったんですけど、使い方によっては使いやすい方もいるんじゃなかろうかなと思います。これラン屋さん絶対いいですね。弱電系の人に大きい工具を使わない電気屋さんにはぴったりかなと思います。決線工具なんでいろんな大きさの工具があるんで、人それぞれこのランキングはバラバラになると思います。なのでみんなに聞いてみても面白いかもしれないですね。はい。ということで僕の決線工具ランキングでした。1位が TP4B、 2位が OTMC、 3位が TPLC、 4位が HiViz Aero、 5位が TPXL、 6位が MC ということでした。僕はですねちょっと迷ってます。まず1位と2位から決めたいんですけど、考えながらいきます。今ですね僕のメインの決線道具として使ってるのはこの TPLC なんですよ。めちゃくちゃ気に入ってるんですけど、先ほども動画で言ったんですけど、こういう長物を入れるのがねちょっとねしんどいんですね。でさっき増田さんはどっちかって言ったら小型の機動力を重視してたんですけど、僕は全部入れたい派なんですね。入れ替えるのがめんどくさがりなんでっていうところを重視してこれが1位かなって思ったんですけど、僕はCV とかの決戦するときによりをドリルで取りたいんですよね。これが入ったらこれがちょっと急上昇ランキングに浮上してくると思うんですけど、無理かな。バッテリー外しておきた。ドリル入りました。ドリルはね入れたいんですよ。でさらにさっき増田さんがやってたんですけど、最後にね目が測ることが多いんでってなるとしんどいかな。メガもドリルも決線工具もね入れば1位かなと思ったんですけど、そのもう一回り大きいやつがいいかもしれないですね。ちょっと MC1 位来るかなと思ったんですけど、ごめんなさい6位で悪いわけじゃないんですけどね、僕の想定と違いました。ってことでやっぱり1位は XL ですね。やっぱりこの38であったり、リングスリーブのね大中小とか VA とか料理線とかもごちゃ混ぜになってるんですけど、とりあえず決戦に関することはもう1個に僕はまとめたいですね。ってなるとやっぱりこの LC が1位かなと。で他にはないこういうねちっちゃい小物入れがあるんで、ここに端子とか入れたりできるんで、もしかしてしかもメガも入れれると、非常に1位ですね。メガも入れれちゃいました。クランプメーターも僕発電機の仮設電源とかの仕事するんで、電流のね均等を取るのにクランプメーターよく使うんでいけるっすわ。余裕っすわ。閉まると。あとはドリルですね。ドリルがなんとかなればな、別で持っていけよって話なんですけど、これでドリルもとりあえず運べるんでいいっすわ。今までドリルはドリルで箱を持っていって2、3個持ってたのがこれだったら1つで、しかも背負えるんで、これは僕の中で不動の1位となりました。1位は TPXL で決まりです。で順当にいけばこれが2位になるんですけど、それじゃちょっと面白くないと思うんで、あえてもう5位で下がってもらいます。迷いますね。そうっすね、むずいっすねこれ。これはねちょっとね深いかなと思うんですね、僕の感想ね。別に取りにくいことはないんですけど、ちょっと違うかなと。違うかなというか、僕の中では良いで、ここからが迷いますね。もうねこれはどっちかの選択なんですよね。さっき僕が言ったように応援とかでちょろっと持っていく時の機動力か、もう何でもでいくか、どうしようかな。これはねランキングはつけにくいですね。やっぱり僕も増田さんと同じ意見になりますけど、これが優先されますかね。僕のこのわがままな長いのも入れたいっていうのは、長いのもある時はこれがいるんですけども、本当に僕より線の125とか見つけとかばっかりの、大きくでも55までとかの時はここまで長いのいらないんで、これであったら55の圧着とかスポット入るし、少数精霊で収まるんで、2位はやっぱり TP4B かなと思います。で3位はもう安心型ですね。もうほんまに出張とか行く時にメガからクランプ何もかも入れなあかんっていう時にはそれがあったら安心です。ってことで僕のランキングではこうなりました。1位、2位、3位、4位、5位、6位。
です。ってことで今回ね、前回の動画では僕らの使った感想、今回の動画では僕らの中の勝手なランキングっていうことで、ちょっと問い合わせがね、ほんまにね、インスタの DM とか多いんで、ちょっとね、一人ずつ返信はなるべくしてるんですけども、動画で見てもらった方が分かりやすいかなと思うんで、動画にしました。ということで、前の動画でも述べましたけど、またこんなバッグが見たいとか、アクセサリーとかね、T シャツとかね、いろいろ他にも出してるんで、線抜きでしたっけ、線抜きとかね、意外なところついてきてくれてもいいですし、線抜きを僕らがもらったところでどんな動画にできるかね、ちょっと分かんないんですけども、線抜きとかの依頼が来ても、ベトさんが OK であれば僕らやりますし。ってことで、飲んだくれる回になる飲んだくれのちょっと酔っ払いの回になっちゃうかもしれないですけど、どれだけとって NG になるかもしれないですね。吉田さん、それちょっとすいません、今回なしでということで、線抜きはもらうだけもらって動画にはならないかもしれないですけどね、僕とか増田さんのインスタ貼っときますんで、僕ら最近更新ちょっとサボり気味ですよね。いや、最近ね、ちょっと週1投稿しようと思って、今週からやりだしました。僕らベトさんからこういただいたのもちゃんとね、投稿しなダメなんですけどね、やろうと思いつつちょっとできてないかなっていうところもあるんで、フォロワーさんが増えていったらね、僕らのやる気も出るんで、みんなちょっとインスタフォローお願いします。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。